俺ってそんなにバカだったのというふうに思いました。Hello everyone! 大家好！皆さんこんにちは、ひときです。今日はちょっと背景を描いた方がいいかなと思ったのでリビングで撮ってみました。前回の動画ではベーコンがカリカリという表現を勉強しました。ベーコンをしっかり焼いてベーコンの中の水が少なくなるとベーコンは硬くてカリカリになりますよね。またカリカリという音からカリカリ勉強するという表現も勉強しました。これはずーっと一生懸命勉強しているという意味でしたよね。今日もいろいろな意味があるオノマトペを勉強したいと思います。ではどうぞ。キレ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 。ダンスがキレキレだね。動画を見た後はこの表現がわかるようになります。キレキレは動きが鮮やかで、そしてとても速い様子を表しています。キレキレは切れるのキレから来ています。切れるは実はいろんな意味があるんですよ。何かを切ることができる。だから切れるという表現もありますが、実は頭が切れるという表現もあります。これは頭が切れるという意味ではなくて、何かを考えている時に頭の動きがくるくるくるってとても速い様子を表しています。ですので何か大変なことがあった時に、じゃあこの方法があるよとすぐ別の方法を考えられる人、こういう人は頭が切れるという言い方ができます。皆さんが知っている頭が切れる人は誰ですか？僕はシャーロック・ホームズかなと思います。何か事件があった時にちょっとしたヒントだけで犯人までたどり着くことができる。こういう風にいろいろなことを考えられたり、他の人が考えられないようなことを考えることができる人、こういう人を頭が切れる人ということができます。ですので例えば数学の授業の時、先生にその答えは別の方法でも答えられますよと言ったら、先生は多分すごい頭切れるねと言うと思います。他にも頭キレキレだねという言い方ができます。ですのでキレキレのキレはこの頭が切れるのキレから来ていると思います。頭が切れるよりも頭がキレキレの方がこのキレが2個入っているので、いつも頭の回転が速いという感じがもっとあります。じゃあこれを使って練習しましょう。せーのでひとき頭キレキレじゃんと言ってください。このじゃんは今まで別に頭キレキレと思わなかったけど、頭キレキレじゃんと驚いた様子を表す時のじゃんです。いきます。こうすればいいんじゃない？せーの、ひとき頭キレキレじゃん。いいですね。皆さんの声が聞こえて本当に頭がキレキレになったように感じます。実は今やっている方法に何か問題があった時にすぐにいい方法を考えて別の方法をする。このことを臨機応変というふうに言います。この言葉はちょっと難しいですけどよく使うので、これを覚えていたら日本人はとてもびっくりすると思います。例えば僕たちも学校みんなでどこか旅行に行くとき、先生は生徒に臨機応変に行動してくださいと言います。これはスケジュールと同じように動かないとダメだけど、例えばトイレに行きたくてちょっとスケジュールよりも遅れちゃう。でもこれは仕方ないですよね。ですのでこういう時は自分で考えて一番いい方法をしてくださいねという意味になります。さあここで注意したいのは、頭が切れるという表現を勉強しましたが、ひとき切れたらしいよは全然違う意味になります。ひとき切れたらしいよは主語が頭ではなく人物ひときですよね。この場合意味はめっちゃ怒ったという意味になります。皆さん今ここに意図があると想像してください。そして誰かがあなたに嫌なことをしたとき、あなたはずっと我慢しています。でもだんだん我慢しているとイライラしてきます。そして最後ブチッと糸が切れます。つまりひとき切れたはひときの糸が切れた。つまり
我慢できなくなって怒ったという意味になります。さっき僕がブチッと切れると言ったように、ブチギレるという言い方もできます。ブチギレるの方がもっと言葉が強いので、すごく怒ってなんか大きな声でお前みたいな感じで、お前ふざけんなという感じで怒った様子を表しています。切れたもだいたい同じ意味なんですけど、まあ切れたの方が少し優しいですね。もうブチギレるはもうすごい何か壊したり、そのくらいすごい怒っている状態を表すときに使うことが多いですね。カチャカチャうるさいなあ。我慢我慢。ここでグーグー寝るなよ。我慢。あれ？そんなにイライラしてどうしたの？ブチ。お前のせいだろー。じゃあこれを使って練習をしましょう。せーのでブチギレないでよと言ってください。いいですか？いきます。お前のせいだろー。せーの、ブチギレないでよ。いいですね。もしあなたが相手がブチギレていることにブチギレたかったら、ブチギレるなという言い方ができます。このブチギレるなのなは命令なので、すごく怒っている時に使います。もちろん切れないででも OK なんですけど、僕はもし皆さんがブチギレるなと言ったら日本人みたいだし、すごく怒ったんだなということがよくわかるので、このブチギレるの方が好きですね。少し話を戻すと、キレキレは動きが鮮やかでとても速い様子を表していますよね。ですのでダンスがキレキレと言った時もどういう意味か分かりますか？僕のイメージはロボットダンスですね。すごく動きが速くて、そして鮮やかですよね。でも全然ダンスができない人はなんか一つ一つの動きが全然滑らかじゃなくてキレキレしていないと思います。では練習しましょう。僕と一緒にダンスキレキレじゃんと言ってください。いきます。せーの、ダンスキレキレじゃん。いいですね。ちょっとキレキレじゃないと思うんですけど、そこはすみません。さあ、今日勉強したことは、頭がキレキレだね。ブチギレないでよ。もしくは、キレないでよ。ダンスキレキレじゃんでした。では、キレキレを使ったリスニングをします。皆さんはキレたことがありますか？僕はブチギレるまで怒ったことはないですけど、何回もキレたことがあります。最近だとそうですね、なんか学校の宿題をしている時に、その時頭がすごくキレキレで、それでいい文章をたくさん書けたんですよ。で、終わった後にパソコンの画面を消しちゃいました。その時自分にめっちゃキレました。文章をかけて、俺すごいじゃんと思ってかけて、パソコン消して、俺ってそんなにバカだったのという風に思いました。皆さんも何かキレた経験があったら、ぜひコメントで教えてください。When did you have キレた experience? Tell me in the comments. I wonder if I'll be キレる when I have the same experience. So let me know. 皆さんありがとうございました。